皆さん、アローハ皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいラウレアタイムズです。第23回ですね。23回ですね。はい、今日もパーソナリティ務めます和也でございます。はい、そしてしおりです。よろしくお願いします。はい、ということで、とうとう来ましたね。ここまで。ここまで来ましたね。もうすぐ年末ですけれども、はい、もうちょっとでね、はい、今日はここスタジオお花で、はい、お送りしております。はい、今日のねゲストもめっちゃ楽しみ、どのゲストも本当に楽しみなんだけど、今日もまたねちょっとねもうずっと呼びたかった方ですからね。最初はって言われたんだけどね、いや大丈夫ってそうだったの？そう忘れてました。どんなイメージ持ってますか、今日のゲストの人には。いやもう愛と面白さにあふれた、いやー本当だよね、人って感じですね。日本横浜の牧師で言えばね、結構なんだろう、男らしい牧師が結構たくさんいたりとかねすると思うんだけど、なんかすごい精神力強いみたいな。でもその中でも実は一番彼こそ精神力強いっていう。ああ、なるほど。どういう面でですか？一度ね一緒に筋トレをして、具合悪くて吐いてしまったことがあるんだけど。誰がですか？今日のゲストの方が。今日のゲストの方が。でそういう時って大体気持ち落ち込むじゃない、もう二度とやりたくないとか思うんだけど、帰る時も爽やかな笑顔で「じゃあまた皆さん一緒にやりましょう」って帰ってたこの人はすごいと思って、まだやりたいと思うんだみたいな、ね、すごい精神力で、しかもその筋トレをする理由が奥さんをお姫様抱っこするためにって、その時はねママちゃん抱っこするために頑張りますって。そうですね、今日の大ヒントですね。これを言って皆さん今日のゲストはどなたかっていうのをね、気づいた方もいると思いますけれども、じゃあ早速お呼びしましょうか。はい、じゃあ今日のゲストはマティアス宣教師です。よっイエーイ最高、嬉しい、本当にありがとう、誘ってくれてありがとう。いや息子のねエリアはね、そうだね、初回の方に来てくれて、生放送で来てくれましたね。そう。なるほど。じゃあポジティブエリアがまさにマティアスから生まれたの納得っていう感じ。じゃあマティアス自己紹介をお願いします。マトと申します。スイスから来ました。でもう20年以上日本に住んでますね。妻日本人です。よこねという、奥さんがね。奥さんや妻で、子供3匹。3人エリア、ミア、ヨエル。でエリアスイスに生まれて、ミアニュージーランドでヨエル日本。スイスどこら辺なんですか？なんかほらドイツとイタリアとフランスに囲まれてるじゃないですか。そうね、スイス本当にヨーロッパの真ん中で、言葉も4つもあるし、そのドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンチで、僕ずっと子供時からそのドイツ語を話してる地域に住んでた。であそこで山もいっぱい、インターラックの近くにね、すごい山いっぱいもあるし、で、ハイキングとかスキーイングとかそういう、すごい人気があるところね。自然が多いけど、でも自然以外にあんまりね、日本みたいな大きいショッピングモールとかいろいろ、ディズニーランドとか何もないね。マティアスはドイツ語話せて、フランス語とかイタリア語もちょっと喋れる？いや、イタリア語は喋ってないけど、でも進学行った時、フランス語で勉強しました。Bonjour, Shiori-san, bonjour, Kazia, comment ça va? すごい。でも多分結構忘れたね、フランス語もずっとやってないから。ジュシーミニオン。わお。私は可愛いです。ジュシーミニオンでいいね。すごい。Tu parles français, c'est super. すごい喋れるんだね。ねえ、すご
でもしおりもちょっとできるね、フランス語。いや私は可愛いですしか言えない。そうなんだね。あ、そうなんだ。意外な面でした。ね、で日本語も話せるし、まあね、日本語、英語も話せて、4カ国語？そのぐらいね。ということで日本に、ね、20年前に来たということですけれども、なんで日本に来たんですか？なるほどね。まあ本当にね、僕のすごい田舎の学校だったから、全然英語を教えてくれなかったね。で、僕の行ってる学校ですごい英語やっぱり必要です、英語勉強したい、すごいその気持ちがありましたね。で、いろいろ探して、でウェールズね、イギリスの北のところ、ウェールズね。ウェールズね。ウェールズね。あそこで、その時 OM ね、という選挙団体の学校がありました。で、僕あまりお金がなかったから、学校ね、やっぱり高いから、でも、ボランティアとしてあそこで行きました。で、まあいろいろ掃除とか、まあ料理な、まあキッチンボスのアンダーで、まあ料理なんとか人参切るとかいろいろやってたね。で、そのボランティア働きするながら自分で勉強しましたね。英語。で、その時、まあね、今の妻横であって、やっぱりそこからまあね、日本までのジャーニーね、旅行始まりました。本当に僕の小さい村ね、そのスイス、ブリエンツねという村、インターラクの近くのブリエンツ、日本からのトゥーリストも多かったけど、でもね、3年けど、僕1回でも日本どんな国とか、彼らどこから来るとか、あんまり正直思わなかったね。でも横で会った時、日本どこ、どんな国すごい興味すごい、もう強く、まあ、感じた。日本の文化で、まあ、でたくさんの本も読みましたね。でも全部やっぱり横からのスタートだった。そうなんだ。陽子さんと出会ったのはその学校で出会った？そうで、彼女はそこで英語を勉強しましたね。で、彼女の目的はその OM の船、宣教のね、働きをしてる船があるんですよね。ドゥーロスね、そのドゥーロス、まあ行きたかったとか行ったね。でも行く前にやっぱりドゥーロスのまあみんな英語で話しますから、でよくもあんまり英語できなかったから、その準備するためにその学校行きました。なるほど。宣教師になろうと思ったきっかけっていうのは？なるほどね。まあ僕いつもね、そういうちょっと霊的な話、僕スイスの山登ってた時、突然神様の声聞こえた。マット、日本に行ってくださいとか、まあそういう話伝えたいけど、でもでもすごい自然的だったね。やっぱり横であったから、まあいろいろ日本について調べるながらも、やっぱり日本クリスチャンすごい少ないとか、もうすごいまあ感じたね。でずっと僕スイス初めの結婚の後で3年ぐらい一緒にスイスに住んでいましたけど、でもやっぱり日本に行きたいとか、その日本人まあ 99% イエス様知らないね、で行きたいすごい強い気持ちありました。でも同時に多分、まあ、アドベンチャーとか、アドベンチャーなんだろう、日本語でアドベンチャー。冒険したい。そう、それもあったね。その、若かったで、スイス小さい。でも全部、もうスイス全部わかる。ある意味つまらない。で、妻日本人だから、
違う文化、違う言葉、違う世界発見、ディスカバーできるから、いや行きたいね、ずっと思いましたね。スイスの生活安定するけど、ある意味つまらないね。いつも毎年、例えば教会の中働くと、毎年同じことを繰り返するながら、仕事をやってましたね。でそれいいけど、でもその横が言ったから、やっぱり日本行くチャンスがあるで、聖書を読むながら、僕宣教師にならないといけないとか、そういう方法もあるけど、でも僕の場合は結構自然的だったで、結構マットの、アドベンチャーが欲しいプラス、もちろんイエス様の愛伝えたいとか、でもそれ結構、両方ミックスだね。そうそう、ミックスだったね。だから 100% ピュアなピュアなコーリングなんてじゃなかったかもしれないね。でもね、本当に神様の導き、日本行きたかったけど、でもどうやって行くことができるのか、すごい3年ぐらいすごいいろいろ探しましたね。であんまりそうだったんだ。で初め日本に行った時、宣教師として行きたくなかった。I thought like その宣教師友達からとか教会からのサポートが必要ですね。で僕はあまりその考え方好きじゃなかった。自分で仕事やるながら教会で、奉仕とか働きたいと思ってたね。で別に他の人のお金必要がないとか、そういう方法でやりたかった。だからニュージーランドに来まして、そこで英語をもうちょっと勉強して、で初めの1年半日本で、先生として働いていました。でそれから宣教師になりました。その日本で英語の先生で働いて、その仕事を辞めて宣教師になるときは、なんかどういうストーリーが妻よく金沢出身ね。石川県の金沢。一番行きたいところです。本当にどうして兼六園があるから。あと海鮮、ご飯美味しいでしょ。そうね。石川すごい日本っぽい、日本っぽい日本けど、でもね、畑と自然、もう本当に綺麗ね。海、めっちゃいい。いや、であそこでニュージーランドから日本に僕のアイディアはニュージーランド行って、あそこで先生の試験受けて、それから日本に行って、で仕事見つけて、で仕事するながら、教会で、奉仕とか働くね、アイディアだったね。で日本に来た時、やっぱりその試験受けたけど、で英語の一番、高いレベルのテストもカンブリッジのプロフェッションシーサーティフィケートもやってたけど、でも母国語じゃないね。だからスイス人だから、でやっぱり英語を話すと結構、アクセントもあるね。でいや簡単に仕事見つけられなかったね。多分ちょっと奇跡的にそういう、子供を教える仕事を見つけて、で1年半ぐらいであそこで働いてましたね。その学校ショッピングモールの中でいつも学童借りて、でママたち子供をちょっと1時間そこで送るながら、ママたち多分ショッピング行ってたね。もうシステムだったね。で僕はあそこで、1年半教えたね。それ金沢ね。金沢ね。でも僕でずっと祈りました。ちょっとまたその普通の先生だけじゃなくて、ちょっとリージョナルリーダーになりたいとか、ちょっともうちょっと給料入ることができるように、
祈ってたね。で、手紙もらいましたね。で、会社からで、多分もう次のステップの手紙ですね。リーダーかもみたいな。そうで、開けた時、すみません、もうマットもクビになりましたね。書いてあったね。ショックね。そうだよね。で、僕も貯金あんまりがなかったで、家族、その時もね、3人子供、小さい子供3人、どうしようと思って、で、他の仕事を見つけるかとか、スイス戻るとか、選挙団体に入る、ね、その3つのオプションしかなかったじゃない。で、僕、他の仕事を探してたけど、見つけることができないね。で、その時、多分、謙遜になるしかないで、その選挙団体。スイス出た時、一回その、スイスアライアンスミッションという選挙団体、ちょっと話があったで、彼らは、マットが欲しいで、マットを送りたい。でも日本に宣教師として送りたいって言われて、でもその時僕、そのサポートが必要だから、ちょっと断りましたね。自分で行きたいから。そう。多分ちょっとプライドもあったと思う。自分でできるとか、その他の人のサポートいらないとか。で、謙遜になるしかないで、彼らもう一回、手紙、Eメールを送りましたね。今ちょっとクビになっていろいろ考えて、どうすればいいでしょう。いろいろ、次のステップ見つけることができますように乗ってくださいという Eメールを送りましたね。で、その団体のリーダーからまだ Eメールもらって、で彼ぜひ僕たちあなたのことを送りたい、ぜひちょっとスイス面接受けるためにスイスまで来てくださいって飛行機乗ってスイスまで行って面接受けて、で宣教師になりました。そうだったんだ。そうだったね。でやっぱり一人でやっていた時もすごい難しかった。言葉もあんまりできなかったで、教会の中でそういう英語バイブルスタディとかやってたけど、でもメッセージの先生のメッセージとか何もわからないし、でちょっと仕事自由な時間があったらもう自分で勉強したけど、でもあんまり進まないし、でその時が本当に一番大変だったね。マットの日本に行きたいという大きい夢がありましたけど、でも多分違う文化行くチャレンジあんまり十分考えてなかったね。I can do it ね、思って、神様の助けがありますから行きますみたいな楽しみにしてますね。新しい冒険、アドベンチャーがありますから行きましたけど、でもやっぱり一回、新しい文化に入っちゃうともう本当に、言葉できなかったらもうマクドナルドでコーヒー頼んだ時コーラもらったとか、僕も大人けど何もできないね。2歳の子供ぐらいの。で選挙団体が入ったのおかげでちゃんともうその日本語を勉強する時間ももらいましたね。だからある意味ちょっと僕、その一人で行きたいとか、その気持ちもとか経験も良かったけど、でも選挙団体入ったからすごいいろいろそういうちゃんと日本語を勉強するための時間ももらいましたとか、で経済的にももっと安定になりました。だからすごい良かった。日本に来る時にやっぱ自分の力でやりたいぞっていう、そのプライド
いやありましたね。こう本当に神様見事にいい感じにそうねマットをこう謙遜にして、そうね。だからクビになった時すごい僕怒ってたね。で、社長にどうして僕家族もいるからでなんとか、ちゃんと仕事もやってたじゃないとかいろいろ言いたかったね。その時、神様の声も聞こえたね。で、マット安心してください。その次のステップ今来ますだから一緒に行きましょうみたいの。声だったね、心の中で感じた。だからクビになれなかったらちゃんとね宣教師になれなかったじゃない。だからね、その一つの神様の、プライドを壊すための計画だった。そうでやっぱりスイス人もその宣教師応援したいね、サポートしたい、そういう人も本当にいるね。それ一番、それのためにお金出すこと一番幸せとか、彼ら自分自身もイエス様の愛経験したから他の人、他の民族その愛も伝えたいからでも自分で行くことができないからそのサポートを送ること、彼らの一つの、喜びとかね、happy like I can その宣教師応援とかサポートしたいね。だからね、どうしてそんなにネガティブなイメージがありましたね、マットね。なるほどね。そうだったんだ。すごい意外だね。もうプライドとは無縁な存在な、本当に謙遜の極みというか優しさの塊というかね、そうこんな人いるんだなって、こんな素晴らしい宣教師が日本に来てくれるってね。そこまで言えなくて本当思ってるよ。テレビの前もうどんだけお世話カメラ回ってるからってどんだけマティアスにお世話になったことかみたいなね。そうでもね、他の文化行くとやっぱりそういうプライドを壊す経験たくさんがあるね。スイスに住んだらちゃんとできるとか、もっとできるとか、今でもいつもその言葉の、ね、日本語限界があるから今でさえもやっぱりそういうリミットをね感じてますね。そうなんだ。でそれ、難しいところがあるけど、でも同時に神様の助けも経験することができる。マティアスがこう関わるところって僕が見てきた中では全部祝福されてると思うんだよね。だからマティアスがこうクビになってしまったっていうのはやっぱ意図されて、そうそう、でも時々あんまり意味わかんないとか、どうして神様とか、どうしてそれ僕に起こってしまったことはその次のステップのドアになるね。それがなかったら僕絶対ニューホープ横浜まで行ってなかったじゃない。今でも金沢にいたかもしれない。行ってもしかしたら自分の英語のビジネスをやってたかもしれない。そうでそれ神様の導きだったらそれもいいじゃない。僕 for me やっぱりその次のステップのためにそのクビになること一つの大事なポイントだった。OK、 その宣教団体もう一回連絡取りますで、その道だったらその道行きますみたいな。確かに。でもその宣教団体に一回自分で行きますからって言ってノーって言った後に、やっぱクビになっちゃってっていうメールを打つのもすごいマット的にやっぱこうプライド的にはすごい。そう2年前だったね、多分スイスで出る前に彼と話したけど、そうね、で2年後でうまくいかなかったみたいなメールとか、今ちょっと僕助けが必要ですとか。
送りました。でもその団体のリーダーすごい優しかったね。で、いや、それ神様の導きかもしれないで、話しましょうね。返事くれて、そこから一歩一歩。で、今に至るわけですね。そう。そのリーダーの人も本当に素晴らしいね。なんかそうやって最初ノーって言ったのにやっぱりこう連絡が来たとかそういうのあるけど、でもそういう中でも神様は今ここでどうやって働かれてるんだろうっていう目線で、そしてこの人の人生に神様がどういうふうにこう関わってこの人をどうやって用いるんだろうっていうこう目線でこう見てくれたっていうかね、そういう人がいて、でマティアスがそこでまたね謙遜になったからこそこうやって今いろんなニューホープヨカムに来て他のニューホープヨカム以外のねところでも宣教師としてたくさんの人たちと関わって励ましとして仕えてて、でその人たちの人生が変えられていくわけじゃない、ね、いやマティアスがいなかったらって思うとゾッとする僕マティアスがいなかったら大学最後なんだっけその短大のね、日本でいう短大の卒業資格をこうフィニッシュするためにね課題もたくさんマティアスに英語を見てもらったし、いや楽しかったよね、一緒にミスターマックスでもうね信じられないの、もうなんか4時までもうそうこの時間までにもう送んなきゃいけないって言ってマティアスが来て、でしかもその日僕が見てもらうからさ、僕がマティアスにねスターバックスのじゃあコーヒー出しますって言ったら、そしたらマティアスがコーヒーを持ってくれたの。で今日が和也の勉強の最後の日ですからって謎の理由ででも祝福をくれて、そうコーヒーをおごってくれて、いやこんな人いるんだなっていうね。楽しかったね本当に。で宣教師として日本で働き始めてもうすぐ20年っていうことなんだけど、この20年間をこう振り返って、たくさんのことがねいろいろあったと思うけど、その中でこう今思い出すこのことがこう良かったなとか、嬉しかったな、祝福だったなって、もちろん陽子さんのこともねたくさんあると思うけど、どんなこと思いますか？僕大事、本当に日本人と一緒にイエス様の愛伝えること、一番伝えること、できること、一番いつも幸せ感じてる。例えば、メッセージの通訳とか、教会のセットアップとか、何でもいいけど、でも一緒にそのイエス様の愛伝えるために一緒に仕事できること、いつもすごい満足とか感じましたね。ニューホープヨカムのビーチバプティズムとか、ちょっとハイライトして100人ビーチで集まって、10人バプティズム受けていた時、もうすごいね、やっぱり神様日本の中でも働いていますとか、それ見てるときいつもすごい感謝とか喜び感じたね。そういえば私も10年前にニホピョカムで洗礼受けたとき、マットが洗礼受けないみたいなそうだったんだ。そう、ビーチバプティズムの時に普通に海で遊んでたら洗礼受けないみたいな感じになって、一番下の妹と一緒にその時洗礼受けた。その日決めたの？そう、イエス様信じますって言って、わーマットが声かけてくれて忘れたごめんいいよだよねじゃあ将来、マットここから先も日本でだけじゃなくてもいいけれども、マットが将来やりたいこと、思ってるビジョンっていうのは何ですか？いや、そんな長く将来で80歳までも分かんないかもしれないけどできればね、今来年1年スイス戻りますので、できれば2023年に日本に戻ってきて、で淡々
牧師のアンダーでそのネットビジョン、だから日本横浜メインキャンパスでそれから湘南で続きと横須賀、そのいろいろねキャンパス作るながら、教会立ってるビジョンすごいワクワクします。テクノロジーストリーミング使うながらその一つの場所だけじゃなくてでももっと本当に人住んでるところ行って、であそこで人もっと簡単に友達誘うことができるし、でもっと小さいだからもっと簡単に、人のケアもできると思いますね。それ今の見てるステップね。で日本に戻ることができるようにで日本横浜またに戻ることができるように祈ってください、ね。祈ります。ありがとう。戻ってきてほしい。そう。マットがすごいその神様との歩みの中で。なんかこう別にこうゴーっていうこう轟きみたいなのが聞こえてっていうのがなかったかもしれないけど、こう一つ一つ神様が導いてくれて、すごいこうそれが自然体でマットもそのような心が与えられて、こう全てのこう歩みここまで来たっていうのが本当にこう神様の計画はこう自分たちが何かしたからとか、うちがこうしたから、なんかこれ選んだからっていうのじゃなくて、神様ちゃんとそれを選べるように整えてくれるし、必要を満たしてくれるし、心も与えてくれるんだなっていうのをすごい感じました。ね、そのなんだろう、霊的と普通分けないで神様両方使うね、両方使う。その僕その恋落ちちゃったこと that's just 普通の、人間ね、ぽい感じでね、ぽいね、その使うながら導いてくれる。そういうすごいなんか励まされた。そうだね。ありがとうございました。楽しかったね。そういう人がこういうふうに今宣教師として大きく用いられているわけじゃない、だからなんかすごい体験、なんかこう聞いたこともないような見たことないような、もちろんそういう経験がある人もいるけど、そういう経験が今自分になくて不安になってる人がいたらね、大丈夫だよっていう神様の一言、これからプランがあるよっていう声にを聞きながら安心して進めたらいいよね。ありがとうございました。ありがとうございました。しおりさん、かずやさん、かずや牧師。絶対帰ってきてほしいな。本当に。本当に楽しみにしてます。もうマティアスがこれで帰ってこれないってなったら、みんなでたくさん動画を撮ってマティアスを返してください。みんなで OMA みんなで動画を送ろうかな。Let's do it. はい、ということで第23回のゲストはマティアス宣教師でした。ありがとうございます。今度はぜひ陽子さんと来てください。ありがとうございます。ラブリーママちゃんと一緒にお願いします。楽しみにしてます。ありがとう。おまけで、じゃあちょっとママちゃんのどういうところに最初惚れたんですか？なるほどね。すごい僕恋落ちちゃったのか。一目惚れ？そう。もう本当にやばかったね。2年やばかった。あんまり別にそれあんまりいいあんまり思わないね。もっと頭使うながら結婚した方がいいじゃない。でも僕すごいこのバタフライ気持ちとか全部あったね。でいつも手紙もらった時どんなで彼女も船乗ってたね。で僕進学校に入ってて遠距離恋愛だった。で手紙その時まだ E メールとか、
まあ E メールもあったその時けど、でも船から E メールを送ることができなかったね。だから手紙いつも船からドイツまでモースバフまで行くで、そのモースバフからスイスまですごい時間かかったね。で僕の大学の校長先生彼僕の、なんだろう、まあ、態度とかなんだろう、まあいいね、見た時いつもマット本当にちょっとやばい、あなた新しい宗教始まるかもしれない。ヨコロギ言われて毎回手紙来た時もニコニコするわけだ。でみんなに僕の将来の妻ヨコ写真、今でもその写真な、あるの？そうでみんないつもその写真、This is my future right? 痛いOh my god これを載せたらダメ？大丈夫。本当？これちょっとで僕の友達これはめっちゃ見てそう、like, みんなに横ですで将来の、ね、妻です。でもほとんどの友達はそうね、普通の、まあ、日本人じゃない。何言ってるlike, What are you saying? It's my Yoko すごいね。多分ママちゃん僕に対してあんまりそこまで全然気持ちがなかったと思うけど。本当？ I don't know, but 一回ね、手紙僕1年ぐらいもう1週間2回、せめて1週間2回手紙を送りましたね。でいつもあなたのこと愛してるで、あなたの素敵なところそれぞれと、まあちょっとサラモンみたいの、サラモンそういうなんだろう、ソング画家みたいなね。画家ね、もうそのぐらい書いたね。で1年ぐらいで突然、でもねちょっと危ないところがあるかもしれない。because 僕いつもそういうものを書くけど、でも横からそういうもの全然がないね。だから僕たち大丈夫かなとか、いろいろ突然いろいろそういう心配できたね。横の手紙いつも僕ドゥロスでそれやりますって、この間の手紙ありがとうございます。でもそういうマットについて、マット素晴らしい男にもう将来のモーセみたいとかそういうなんとかなんでも書いてなかったね。とかかっこいいとか書いてなかったね。でその時よくマットについてどうして僕のこと愛していますとか、ちょっとまあ書くことができたら助かりますとか言ったの？いや手紙書いたね。で待ってたね1ヶ月で、もう手紙届いた時すごいワクワクしましたね。開けた時また同じ横スタイルで今それやりますあれやりますで、その今キッチンで、まあ彼女も船のキッチンで働いてましたから、すごい忙しいとかで PS ね、最後にその PS、あなた聞きましたね、僕のどうしてマットが好き、でまあ僕はマットのメガネが大好き書いてあった。もうショックだった、何それメガネどういう意味ね。目が変わるともうメガネ変えるともう終わりじゃん。でも面白いところは僕そこまでそう15分ぐらいちょっとショックがあったの。もうやばい、もう多分結婚までいかないとか。でもよくそこまで僕情熱とか愛してたから、まあちょっと15分ぐらい、まあちょっと不安があったね。でもそれから I thought like、まあ別にメガネだけでも OK、like 十分じゃない、like 結婚するためそれメガネがだけあっても、もう結婚しましょうみたいな。
思議な経験だって、もう危ないなんか普通にしない方がいい、ね、もっと僕たち本当に合うかどうか同じ 80% 同じなんだろう、まあ趣味とか興味とか、ね、そう。But I was just so もう危なかった。神様の恵みだったよ。その後でうまくいってた。でも多分その恋に落ちちゃうと、全然会えない人多分もう結婚するかもしれないね。もう because blind ね。でもまあ横の場合はもう最高だったね。うまくで、いやもう本当に結婚生活、まあ初めの1年大変だったけど、でも幸せですね。本当に幸せです。今いろいろ LINE でとか、まあいつでも話せるじゃないで、顔も見れる。その時1回だけ15分電話したね、よく。15分は7000円だったね。わあ。だからそういう直接話すことがもうできなかったから手紙しかなかったで、今でもすごい手紙ボックス I still have these、わあ、それ300枚とか、まあ多分どんな手紙も同じね、like I love you また会いたいでちょっと難しかったところもあったね。そのもう待ってられない、like I wanna but 同時にやっぱり待つことも結構いいところもあるね。そういうある日もう一緒になるで、そうだね。でその待つ一緒になることも素晴らしいけど、でもその待つ like look forward to it ね。まあ苦しいのとちょっと苦しいのところもあるけど、でも素敵なところもあるね。その苦しさとそう綺麗、ある意味いいね。ロマンチック。ロマンチックだね。はい、というわけで次回のラウレアタイムズの放送は11月の10日水曜日の夜7時半からです。はい、このマティアス宣教師の、本当にナチュラルな神様との歩み、ね、を通して皆さんのふとした瞬間の励ましになればと、願って祈ってます。ではまた次回のラウレアタイムズでお会いしましょう。God bless you! バイバイ